皆さんこんにちは、みさとです。ここは岡山駅です。岡山駅の東口ですが、路面電車を駅近くまで乗り入れるよう工事も竹縄でした。今回もウエスターポイント全線フリー切符を使った旅になります。ホームに上がると500系のこだま951号博多駅がいました。直前に500系に乗っていたので、さすがにこの列車には乗りません。この編成の車体には500系引退記念のロゴラッピングがありました。今から乗るのはのぞみ25号で、博多までは移動だけです。のぞみの車中では新幹線のアイスをいただきました。岡山駅新幹線ホームで買っておいたものです。久々にバニラにしました。最近の新幹線のアイスは柔らかいと思っていましたが、割とこのバニラは硬かったです。刺さったスプーンが抜けないぐらいでした。再び博多駅に戻りました。博多駅に戻ってきて、これから乗るのは博多南線です。次の博多南行きは16時9分発。16番乗り場からの発車です。博多南線は博多駅から1駅分だけの線です。山陽新幹線が開通した1975年からあった博多の車両基地への回送用の線路を、車両基地周辺に鉄道がなく回送列車に乗せてほしいと当時の国鉄時代から要望していたのを、1990年から営業を始めたのがこの博多南線の始まりです。こだま949号として新大阪から来た列車がそのまま博多南行きになるようです。博多南行きはこだまとは名前はつかず、949と列車番号だけ表示されています。博多南行きはすべて8両編成です。しかし午後になって博多駅、蒸し暑さがとんでもないぐらいでした。じっとしていても汗が吹き出るぐらいに。こだま949号の到着です。この列車は500系で運転される日もあるようですが、この日は700系、レールスターの編成でした。小倉から一駅だけ利用のお客さんも多かったのでしょう。3連休初日とあって大勢下車がありました。私は3号車に乗車。また山陽新幹線小倉方面には参りませんので、車内ではこの列車は小倉方面行きではなく博多南行きである注意喚起の放送がされています。乗り慣れていないお客さんへの誤乗防止対策ですね。ちなみに今回の博多南線にはウエスターポイント全線フリー切符を利用して乗っています。博多南線はネット予約のいいご予約で乗車券を購入することができません。あと乗車券の他に130円の自由席特急券が必要ですが、同じくいいご予約では購入できません。博多南までの切符を持っていない方は博多駅で一旦下車して買うか、博多南駅で精算することになりますね。ウエスターポイント全線フリー切符は新幹線の自由席にも乗れて JR 西日本エリアが乗り放題なので、もちろん乗車できますと言っているうちに博多駅を発車しました。お待たせいたしました。今日は JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は博多南行きです。全車自由席、また全車は禁煙です。新幹線としてはゆっくりなスピードで走っています。列車の速度はこの区間は時速120キロだそうです。3号車は5割を切るぐらいの乗車率でしょうか。博多から先は九州新幹線で JR 九州の路線のような気がしますが、博多駅から車庫までの区間は JR 西日本が線路を所有しているそうです。九州新幹線のこの先へ向かう列車も
この区間は時速120キロまでしか出せないとのこと。地図を見る限り現在地はこの辺り。周囲は鹿児島本線は遠く離れていますし、この辺りを走る西鉄電車の線路も見当たりませんね。そろそろ車庫への分岐点が近づいてきました。速度が落ちてきましたね。九州新幹線と分かれて高架線を下っていきます。お客様は連結部分のカバーが動きますので、手や指を。こうしてゆっくりとした速度で博多南駅に入りました。博多南駅到着です。博多駅からわずか8分の旅でした。ホームを歩いていると列車の表示は新大阪行きのこだまになっていました。車庫に入らずにこのまま折り返すようです。駅到着時に車内清掃のクリーンスタッフの方の姿もお見かけしました。先頭のところまで行くと車庫の新幹線車両が見えました。記念撮影スポットのような感じで家族連れで撮影されている方もちらほらお見かけしました。福岡空港が近いので飛行機も低いところを飛んでいます。博多南駅の改札を出てみます。ただいま時刻は16時23分。折り返しの列車は16時42分と約20分弱あります。少し駅と駅周辺を見て回れそうです。ご覧のように IC カードは利用できません。博多南線は乗車券の他に自由席特急券も必要なので、 IC カード乗車では自由席特急券込みの精算ができないからでしょうね。紙の切符の購入が必要です。博多駅までは330円ですが、運賃は200円、自由席特急料金は130円の内訳です。クレジットカード専用の緑の券売機と現金専用の券売機がありました。駅の外に出てみました。九州新幹線の高架の真下になりますね。階段を降りた先にはコミュニティバスのバス停がありました。見た感じでは JR の鹿児島本線や西鉄の駅に出られるわけではなさそうです。駅前道路を渡って向かい側です。ここは新幹線通りというのですね。こちら側から見た博多南駅です。博多駅寄りのところに西鉄バスの降車場がありました。その降車場から見た博多南駅と九州新幹線の高架です。そろそろ駅に戻ります。先ほどは横断歩道を渡りましたが、今回は陸橋へ。ところが階段を上がると、おや、向こうにバスが見えます。駐車場もありますね。あまり時間がありませんが行ってみましょう。ここも西鉄バスの降車場と書いています。バス乗り場はこちらですね。博多南駅前ビル中市と書かれています。博多南駅は春日市にありますが、博多南駅前ビル中市は中川市にあります。中川の中と中川市の位置を組み合わせて中市となっているそうです。中川市としては博多南駅が市内にある唯一の鉄道駅ということになります。330円で8分間新幹線に乗れば博多、福岡市内に行けるので相当便利でしょうね。バスの時刻表を見ると西鉄の大橋駅の文字が見えます。日中でも1時間に4本運転されています。博多南線に乗って折り返し時間が短ければバスで大橋駅へ向かうのもいいでしょうね。時間はだいぶかかると思いますが、地図で見ると大橋駅はこんな距離です。発車時間が迫ってきたので駅に戻ります。土曜日の夕方ですが、駅に向かうお客さんが絶えませんね。福岡市にも近いし、相当便利なところなんだなと思いました。
駅前バスで改札外でも結構な人数のお客さんだったので、帰りの車内も結構乗っています。窓側が全部埋まって、通路側もそこそこ座っています。8両もつないでいるのに、博多南線盛況ですね。3号車まで来るとさすがに空いてきました。席に座ると発車でした。列車が博多南駅に停車していない時にホームから見ると、車庫の新幹線が一望できますね。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。博多南線博多行きです。電車自由席です。次の停車駅は博多です。博多の出口は左側です。福岡都市高速環状線の下を抜けます。この辺りは完全に都会ですよね。これは西鉄天神大牟田線の鉄柱ですね。博多土産の明太子せんべいめんべいの福太郎本社が見えます。この横に鹿児島本線が走っているそうです。なので見えていませんが、この付近で下に在来線の鹿児島本線が入っているはずです。まもなく博多に着きます。お出口は左側です。こうして帰りの8分間の旅も終わります。博多駅に戻ってきました。この列車はこのままこだま962号として新大阪に向かいます。博多南線降りた駅はもう少し郊外の街かなと勝手に思い込んでました。駅ビルもあったりして賑わっているなと思いました。博多のベッドタウンとして活気のあるところでした。おみそれしました。そしてこの後は駅弁を買いまして、博多17時15分発ののぞみ54号で帰ります。今日は山陽新幹線博多南線を行ったり来たりの旅でした。こういう乗り方をできるのもフリー切符ならではです。こだま号で余生を送っている500系は時速285キロ、博多南線は時速120キロですが、現役の山陽新幹線のぞみは時速300キロで駆け抜けます。博多駅で買った駅弁は中央圏の復刻版の柏飯弁当。鶏の炊き込みご飯の上に甘辛く煮た鶏肉、錦糸卵、刻み海苔を斜めに乗せたお弁当です。昔ながらの懐かしい木箱の弁当箱でした。炊き込みご飯が特に美味しかったです。懐かしい味でした。ごちそうさまでした。食後にこちらも博多駅で購入の梅替え餅です。九州の親戚に太宰府天満宮へ連れて行ってもらった時に食べた思い出がある梅替え餅。小豆あんを薄い餅の生地でくるんで、梅の刻印が入った鉄板で焼く焼き餅のことを梅替え餅というそうです。思ったより柔らかいお餅で、これもまた美味しかったです。こうして2時間半少々で新大阪に到着。奈良県の王子駅を始発4時36分で出発して、
山陽新幹線で500系に乗ったり、異色の博多南線に乗ったりと充実の一日でした。以上でウエスターポイント全線フリー切符の旅、博多南線の旅の動画で締めくくりさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。